皆さんが今住んでいるこの世界に富士山は存在していると思いますか？ほとんどの方は当たり前に存在していると答えるでしょう。でも本当にそうでしょうか？あなたが見ていない間、富士山はそこには存在していないかもしれません。今日はあなたの常識を覆す、そんな話をしたいと思います。皆さんこんにちは。ストレンジハンターのタカです。今日僕がお伝えするのは宇宙プログラミング説です。シミュレーション仮説、仮想現実ともいうこの説、実は映画マトリックスのテーマにもなっている有名な話なんです。どんな説かというと、僕たちが生きているこの世界、それは全てコンピューターシミュレーションの一部である。つまりこの世界は何らかの高度な文明が作ったもの、プログラムの中のバーチャルの世界ではないかとする仮説。これいかにも都市伝説っていう感じのぶっ飛んだ話に聞こえるけど、コンピューターの知識や量子論、物理学など様々な分野の学者たちが提唱している意外と具体性のある理論なんです。この説が有名になったのは2016年、テスラやスペース X、ツイッターの CEO を務めているイーロン・マスクがテレビメディアで発言したある言葉がきっかけでした。私たちが現実世界の中で生きている可能性は10億分の1程度に過ぎない。イーロン・マスクはこの世界は仮想現実だと語ったんです。現在、億万長者たちはこの仮想現実から抜け出すため、かなりの額を投資して研究者を雇っているそうです。実はこの説を論文として発表した人もいるんです。スウェーデン人の哲学者であり、オックスフォード大学の教授、ニック・ボストロム氏。その際説明で用いられたのがこちら。ポンという卓球ゲームです。40年ほど前に流行ったものですが、左右に動く棒を操作してボールを打ち合う。テニスのようなシンプルなゲーム。しかし現在はどうでしょうか？たった数十年でゲームの世界は大きく変わりました。VR でその場にいるようなゲーム体験ができて、ネット回線を使って世界中の人と同時にプレイすることができます。じゃあこれから先の未来、例えば100年後、ゲームはどこまで進化するでしょうか？世界がシミュレーションできるゲームが発売され、そのゲームの住人が人間のように意識を持ったとしてもおかしくはありません。そこでニックはこう考えました。人間一人の脳を完全にシミュレーションできるようになる。さらには全人類の脳もシミュレーションできるようになる。そう考えたとき、この世界は今の私たちが想像もできない世界、高度な進化を遂げた文明が始めたゲームの中かもしれない。どうですか？どんどんこの世界が疑わしく見えてきませんか？この世がプログラミングされた世界だと説明する5つの証拠についてお話しましょう。まず1つ目。宇宙は数式で表せる。この複雑な宇宙、実は大抵のことは数式だけで筋道を立てられてしまうんです。数学者や物理学者と呼ばれる人物たちは数学だけで宇宙の理論を説明できてしまいます。おかしいと思いませんか？地球の海と陸の割合が78対22、空気中の窒素と酸素の割合も78対22、人間の体の水分とそれ以外も78対22。そんなに都合よく揃いますかね？極論、世界は数式で構成されていると言っても過言ではない。まさにコンピューターが作ったみたいに正確です。次に2つ目。地球の誕生は都合が良すぎる。僕たちの住む地球、水があり、酸素があり、生き物が住める環境。そんな奇跡の星、地球と同じような惑星が誕生する確率を知っていますか？それは廃材置き場の上を竜巻が通過しただけでボーイングのジェット機が出来上がっているのと同じような確率。とんでもないですよね。どう転んでもジェット機は組み上がりません。そう考えるとこの地球はあまりにもできすぎていて都合が良すぎるとは思いませんか？そして3つ目。アインシュタインの一般相対性理論。一般相対性理論では高速で移動できる乗り物があったとして、それに乗った場合と乗っていない場合とでそれぞれ時間の進む速さにズレが生じるといった理論。簡単に言うと、高速で移動すると時間が遅くなるということです。これこそ仮想現実のバグではないかと言われています。皆さん、ゲームをしていて経験ないですか？ステージができるよりも早く移動してしまうと、フリーズをしたり、カクカクして動きが鈍くなる。そんなことを経験したことありませんか？それと同じことがこの世界でも起きるということです。どうですか？そろそろこの世界が疑わしく見えてきましたか？それではどんどん行きましょう。先ほどお伝えしたバグ、実はまだあります。4つ目、デジャブ。既視感のことですね。あ、この場面見たことあるっていうあれです。あのデジャブも
プログラミングされた世界が起こすバグではないかと言われています。行ったことのない場所、経験したことがないこと、初めて会う人、そんな場面で既視感を感じること自体、説明のできないものです。では最後に5つ目、二重スリット実験。これは、プログラミング仮説を語る上で、必ず話題に上がる実験。2つのスリットがある板に、電子を当てるという実験です。量子力学の難しい言葉の並ぶ実験なので、気になる人はググってみてください。ざっくり言うと、電子は、見られると粒になるが、見られていないときは波になっているというものです。人間の観測の有無で、実験結果が変わるという有名な実験です。人間が観測することによって物質が変わる。怖くないですか？ということは人間が観測していない世界。それは私たちが認識している世界と違うかもしれないということです。そこで冒頭の質問。皆さんが今住んでいるこの世界に富士山は存在していると思いますか？あなたが今現在見ていない世界。それは本当にそこに存在しているのでしょうか？私たちが見るものは私たちが見ているから存在している。そう考えると、今あなたが見ていないとき、富士山はこの世界に存在していないかもしれません。この世界で最も速いのは光。スピードは無限ではなく有限です。アインシュタインも早く動くと時間が遅れると言っていましたね。それはプログラム上、光の速度を超えられると処理が追いつかないからかもしれません。皆さん、宇宙プログラミング説、なかなか馬鹿にできないでしょう。だんだんこの世界が仮想現実に見えてきたんじゃないですか。そんな皆さんに最後にご紹介するのは、このプログラミング仮説には欠かせない地球5分前説。世界のすべてがプログラミングではないかというぶっ飛んだ説も、この仮説によって全部説明できてしまいます。この説は、イギリスの哲学者バートランド・ラッセルが唱えた世界は実は5分前に始まったのかもしれないという説です。私たちの過去はすべて記憶からできています。私たちには記憶があるから過去というものが存在すると思っている。その過去の記憶を植え付けられた状態でこの世界が始まったとしたら5分前に世界が始まっていても私たちは気づきません。この説は証明のしようがない説です。しかし同時に絶対に否定ができない説とも言われています。宇宙プログラミング説も同じですね。理論上ではあり得るけど、それを証明する術は今のところどこにも存在しません。この世界は仮想現実かもしれません。しかし、この世界が仮想であろうがなかろうが、今この瞬間、ここは我々にとって紛れもない現実だということです。いやー、面白い。めちゃくちゃ面白くないですか。いやー、僕ね、この説ね、好きです。まあ、映画マトリックスがね、めっちゃ好きなんで、マトリックスみたいな世界だったら僕嫌だなと思ったんですけど、でも、やっぱ否定できないんですよね、この説って。なので、この説を唱えている学者さんたちも、本当に真剣にこの説を唱えていますし、この宇宙プログラミング説が、もしかしたら本当かもしれない。そう思わせてくれるようなすごい話だと僕は思っています。皆さんはどう思いますか？もしかしたら、あなたが仕事に行くとき、家を出て、駅へと向かっていく。あなたの周りには見えている世界があるけれども、実はあなたの家はもうプログラムから消されているかもしれませんね。いやー面白いですね。はい。それでは今回は宇宙プログラミング説についてお話をしました。それでは今回もご視聴ありがとうございました。